皆さんこんにちは、パタンです。今回はギャザートップスの作り方のご紹介です。見るからにギャザーいっぱいで難しそうだなと思うんですけど、ご安心ください。パーツも全部で5つしか使ってないですし、初心者の方でも簡単に作っていただけるようにご説明していきたいと思います。今回ご紹介する型紙は概要欄のダウンロードリンクから無料でダウンロードできますので、よかったら覗いてみてください。それでは早速必要な材料の紹介と作り方のご説明をしていきます。今回使用する裁縫道具はこちらです。100均で揃うのにはアイコンをつけてますので、よかったら参考にしてください。今回ご用意いただく材料はこちらです。僕の場合は襟の部分だけ違う色の生地を使っていたんですが、もちろん同じ色の生地を使っていただいても構いません。はじめに型紙をご用意ください。型紙は分割されて印刷される場合もありますので、テープで貼り合わせて1枚の型紙にしてお使いください。型紙のダウンロード方法などは別の動画を概要欄にご用意しています。よくわからない場合はそちらを参考にしてください。型紙を布に移して裁断します。前回のかぶり物の作り方の動画でも少し触れましたが、型紙を移す方法はルレットやチャコペーパーを使ってこのように移していただいてもいいですし、型紙と布を重ねて一緒に裁断していただいても OK です。僕は後者の方法でやっていきたいと思います。くれぐれも立ちばさみでは切らないでください。立ちばさみで布を切るとハサミが切れなくなってしまうので、布と型紙を一緒にカットする場合はロータリーカッターなどを使って裁断するようにしてください。裁断が終わったら必要な印だけ写していきます。今回は合い印と縫い代が1センチではない襟や裾などは写しておくといいかもしれません。少なくとも合い印だけでも写しておくといいと思います。いよいよ縫っていきます。まずは前身ごろと後ろ身ごろを中表にして肩を縫い合わせていきます。中表は布の表側同士が内向きになるように重ねて縫うことを言います。これが中表。これも中表。肩が縫えたら布の端の処理をしていきます。ロックミシンをお持ちの方はロックミシンで、家庭用ミシンの場合はジグザグ縫いなどをして布がほつれないように処理してください。続いて袖をつけていきます。肩のところにギャザーを寄せたいので、簡単にギャザーを寄せる方法をご説明します。まずはミシンの縫い目の長さを変更します。僕の場合、普段は 2.5mm ぐらいの長さで縫っているんですが、ギャザーを寄せるときは 4,5mm ぐらいの長さに変更します。袖の山の部分の縫い代の端から 3mm のところを縫います。次に今縫った線の隣を 3mm ほど間隔を空けて平行に縫います。縫い代の間を線が2本走っているような状態になります。縫えたら上糸を2本同時に引っ張ります。下糸の方が引っ張りやすい方は下糸を引っ張っても OK です。念のために言っておくと、ミシンの針に通っている方が上糸、ボビンにぐるぐる巻かれている方が下糸です。2本同時に引っ張るとこんな感じでギャザーがいい感じに寄ってくれます。ちなみにこのやり方は1本でもできるんですが、2本でやった方が綺麗にギャザーが寄ります。ある程度ギャザーを寄せたら身ごろの肩と中表に合わせて待ち針などで留めていきます。この時重要になってくるのが合い印です。身ごろの合い印と袖の合い印が重なるように待ち針で留めていきます。縫う時も目打ちなどで微調整しながら慎重に縫っていってください。ここが最難関なので、縫い終わったらコーヒーブレイクでもしてください。ちょっと一息つきましょう。袖がついてロックミシンをかけたら服の両サイドを縫っていきます。袖口から裾まで一気に縫ってください。縫い終わったらロックミシンをかけます。脇の部分がちょっと引っ張った感じになってると思うので、アイロンで押さえて整えます。次に袖口と裾を折り返してゴムを通すところを作ります。折り返す前に端にロックミシンをかけてください。ロックミシンをかけたら端から 3.2 センチのところを折り返します。型紙の線を写していた方はそちらを目安に折ってください。折ったら今度は端から2センチのところを縫います。
ぐるっと1周縫ってください。続いて今縫った線の隣を 7mm 間隔を空けて縫っていきます。ここにゴムを通します。ぐるっと1周は縫わず 1,2 センチ隙間を空けておいてください。その隙間からゴムを通します。ゴムの長さは型紙にも書いていますが、お好みで調整してください。ゴムの長さが決まったら開けておいた隙間を縫って塞ぎます。最後に襟をつけて完成です。あともう少しです。頑張りましょう。襟の端を中表にして縫い合わせて輪っか状にします。輪っかになったら身ごろの襟と重ねて待ち針で留めていきます。そうしたら端から 1.2 センチのところを縫っていきます。縫えたらもちろんロックミシン、反対の端にもロックミシン。次に襟を半分に折って重ねて、さっき縫った線と同じところを縫っていきます。あれって皆さん思いましたよね。最初から襟を半分に折って身ごろと縫い合わせたら1回縫うだけでいいじゃん。はい、その通りなんです。でも一緒に縫うとなると難易度が少し上がってしまうので、今回は別々に縫う方法をご紹介しました。実は撮影前にも試作で一度作ってまして、その時は1回で縫う方法でやってみました。その時にちょっと難しいかなと感じたので、今回は別々に縫うパターンをご紹介しました。端から 1.2 センチのところが縫えたら襟を起こします。すると縫い代が身ごろ側に倒れたと思います。この状態で布のつなぎ目から 7mm のところを縫っていきます。身ごろと縫い代を一緒に縫う感じです。こちらもぐるっと1周は縫わず 1,2 センチ隙間を空けておいてください。最後にゴムを通して隙間を縫って塞いだら完成です。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画を見て自分でも作れそうだなとか、こんなの作ってみたいなとか、あとは実際に作っていただいた方がいらっしゃいましたら、コメント欄やハッシュタグパターンをつけて SNS などで教えていただけると嬉しいです。また Twitter や Instagram では最新情報の発信やプレゼント企画なども定期的に行っていますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。